皆さんこんにちは。リトルビーガーデンのみーこです。朝の気温が10度を下回ることが多くなり、庭の多肉たちもそろそろ冬支度の準備です。今日はビニールハウスの支柱にビニールをかける前の多肉ごとをしていこうと思います。今年の梅雨以降、ナメクジ被害に遭う多肉たちが続出しているため、多肉が植わっているポットを一つずつ確認しながら、ついでに黒トレイをきれいに掃除しておこうと思います。下に敷いておいた不織布も劣化してボロボロになっていました。今回は水切りネットをカットしたものを使うことにしました。このブルーグレーの可愛らしい多肉はラウリンゼです。ナメクジはいなさそうなので、とりあえず枯れ葉を取り除いて株元をきれいに掃除しておくことにしました。ついでにビニールポットをもみもみして硬くなった土をほぐしておきました。少し茎も長くなっているため、ピンセットで茎をつまんでほぐした土の中に引き込んでおきます。こうすることでまた株元から新しい根が生えてしっかり根付いてくれますよ。この時ポットの土が足りないようなら足してあげてくださいね。最後に札を刺すのを忘れずに。よく見るとハダニにやられていますが、これで寒い冬を乗り切ってくれますように。お次はこのレッドアガボイデスです。ついている枯れ葉も大きかったため、レッドアガボイデスには鉗子を使って枯れ葉を取り除いていきます。しっかりと枯れ葉を挟んで引っ張り取ることができるため、一つ持っているととても便利な道具です。と言ってもタニラーさんならすでにお持ちの方も多いのではないでしょうか。このポットの株元にもナメクジはいませんでした。実は多肉に水やりをしてポットを持ち上げた時に手にぐにょっとしたようなねばっとしたような嫌な感触があり、すぐにナメクジとわかるほど、今年は何回もヒヤッとする場面がありました。その都度キャーキャーと声を上げていたのは内緒なんですけどね。レッドアガボイデスの苗を土の中に引き込んだら、株周りの土をピンセットを使いしっかり押さえておきます。最後に札を刺すのを忘れずに。札がないとナナシちゃんになっちゃいますからね。そういえば我が家のアガボイデス系の多肉ちゃん、脇から小カブちゃんが顔を覗かせている子はほとんどいないんですよね。何か育てるコツがあるんでしょうか。もしこんな風に育ててみるといいよなんていうアドバイスがありましたら、ぜひコメントしていってくださいね。3つ目の多肉ちゃんはレッドモランです。この多肉ちゃんも冬になると真っ赤に紅葉して可愛くなるんですよね。
最後にガチガチに固まっている土をポットを揉んでほぐしておきます。普通の鉢ではできませんが、これはビニールポットのいいところですね。植え替えしたいけど時間がないなんていう多肉ちゃんにはこんな方法もあるので、ぜひ試しにやってみてくださいね。ただこれを何回もしていると土に引き込む茎が長くなってしまうため、一度胴切りした方が育ちはいいかもしれません。レッドモランにもナメクジはいませんでしたね。ナメクジがいなくて一安心です。お次の多肉ちゃんには札がついていませんでした。葉もしわしわしていて、ロゼットをキュッと縮めているので、これだとどの多肉ちゃんか見当もつきません。土は鹿沼土多めで、このポットの土もガチガチに固まっていました。こうして株周りの土をピンセットでつついていると根が浮き出てしまうことがあります。そんな時には根が隠れるように土の中に引き込んであげるか、新しい土を株周りに入れてあげてくださいね。10月に大きめのロゼットをカットしたトップシータービーです。カットした茎の周りにはたくさんの小株ちゃんが顔を出していました。反対側の茎にも同じようにたくさんの小株ちゃんがついていますね。この小株ちゃんたちがどんな風に成長していくのか、今からとても楽しみです。カットしてもカットしても次々とこぶいてくれるこのトップシータービーですが、株元にはやはり置き火を置いていました。作業の続きをしていきますね。お次はこのロックキャンディーです。まだ少し水が足りていないようで、葉に張りがありませんでした。枯れ葉もたくさんついていますね。この枯れ葉に隠れてナメクジがいないか確認していきます。このポットにもどうやらナメクジはいないようです。先ほどの多肉たち同様に硬くなった土をほぐして株元を土に引き込んでおきます。土をほぐすと株がふわふわ浮いている感じがありますが、水やりをすることで土が落ち着いてくれるのであまり心配はいりません。それでも気になるという方は指やピンセットの裏を使ってしっかり株周りを押さえてあげてくださいね。お次の多肉ちゃんはみんな大好きコロラータ。爪先がピンク色に紅葉し始めると可愛さも倍増。このちび苗は葉ざしから育てたコロラータになります。株はもう一回り大きかった気がしますが、夏の暑さで外葉が枯れてしまい、株も小さくなっていました。はい、ということで今日の動画は
庭の多肉たちのビニールハウスを設置する前の冬支度の準備をしていきました。いかがでしたでしょうか。そしてこのコロラータにもナメクジは見つかりませんでした。コロラータは寄せ植えに使ってもとても可愛い多肉なのでたくさん増やしておきたいですね。この動画が良かったなって思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。